会の2026春ということで開催していきたいと思います。インプログのタカです。よろしくお願いします。総勢、100台ぐらいお集まりいただきまして、直近キャンセルの台数も多かったんですけど、協賛いただきました企業様いらっしゃいますので、順番にご挨拶をいただこうかなと思います。 NOJ から来ました今橋と申します。本日はよろしくお願いします。一応今回ビンゴ大会の景品で弊社のシャンプーだったりリザレクションの方をご準備しておりますので、最後まで楽しんでいただけたらと思います。コーティングのことだったりとか気軽にお話しさせていただけたらと思うんで、本日はよろしくお願いします。続きまして今日ハンバーガーを提供していただくワールドオブロック、よろしくお願いします。本日も、ハンバーガーお呼ばれして来させていただきました。今日は照り焼きバーガー作ってきております。完璧オリジナルになってるんで、お昼ご飯楽しんでもらえればなと思います。お願いします。ありがとうございます。続きまして西名には接骨院の院長お願いします。兵庫県尼崎から来ました、西名には、接骨院鍼灸医の石原と申します。今日主催の君とは、中学タカです。すみません。タカ動画は P 入るんで。P はい、皆さん P で思っててくださいね。すいません。私たちは体のメンテナンスで、先ほどの方はボディーコートのメンテナンスということで、体の方ぜひなんかお困りの方があれば、本日ぜひお受けいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、開会式は以上となります。UFIT と言います。愛車はホンダのフィット GD3-1500cc のマニュアル車です。コンセプトはやっぱアメリカンポリスカー、アメリカのパトカーが好きで、いじってます。サイレンもつけてます。一昔前の映画でやっぱり頻繁に登場してたクラウンビクトリアですね、フォードのあれがかっこいいなと思ってそれを真似っこしてます。嫁が知って勝手に応募してくれたんですよ。でちょうどこれもできたんで、ちょっと着ていこうかな。ダベシと申します。車はシビックの FL1 の前期の EX というグレードになります。やっぱ後ろから見た感じのこのロッソモデルのマフラーだったりとか、車高も若干ダウンサスで下げてたりとか、見てわからないけど自己満足でめっちゃ高いのはコンピューターをホンダータっていうので自分でパワーとトルクを上げてます。タカさんの YouTube をずっと見てて、NOJ さんとかいろいろ話も聞きながら、こういうバーがあるんだっていうのを体験したいっていうので今日初めて参加させていただきました。竹原と申します。岡山から来ました。車がロータス XCG の2005年式の車になります。やっぱりまずもう見た目が好きで XC1 のこの型を買ったので、ボディが全部 FRP になるんですけど、FRP ならではのこううねうねした感じというか、なかなか鉄板のプレスで出せないような造形してるのがやっぱかっこいいなっていうところで、そういうところがお気に入りポイントです。乗り方はもうこんな感じですかね。もうひねって入れる感じですね。もうやっぱりもうだいぶクイックリリースあるなしでだいぶ乗りやすさが変わってきますんで、車内もねめちゃめちゃシンプルで、もうボタンとかもほとんどないようなインパネとかねなってますので。レンド02と言います。車の方が、WRX-STI の EJ20 ファイナルエディションですね。中古で買ったんで、前のオーナーさんがこの S208 のフロントリップつけてもらってたのところですね。これです。ほんまに S208 のやつ。どうやって手に入れたんって。あとリアが、HKS のスーパーターボマフラーのフルチタンが入ってますね。はい。で前のオーナーさんがなんかいろいろ限定車のパーツをいろいろつけてしまって、一応ハンドルがS4 の TS ですね。こういう限定車のパーツがなぜか前のオーナーさんどうやって集めたんやっていう
ほんまに前のオーナーさんもし見てらっしゃったらほんまにありがとうございます楽しく乗らさせていただいております。アーベイと言います。 BRZ で参加してます。それがこちらになるんですけど、結構いろいろカスタムしてあって、 H ケースのエアクリーナーで BBS のホイールで、ブレーキパッドも最近変えてエンドレスの低ダストパッドのものに変えました。であと内装も1年前撮っていただいた時とはまた変わってて、軽量化する方向にカスタムしていってて、内装もちょっと、半分ぐらいドンガラにして、内装だけで15か20キロぐらい軽くなるんで、外した時はもう分かりやすく軽くなったなっていうのが分かったんで。ホースモチと申します。車は BRZ の24年式の R グレードとなっております。気に入りポイントはフロント側がちょっとプロテクションフィルムでちょっとスモークを出しているのと、あとサイドのウインカーのところがもともとクリアのウインカーなんですけど、アメリカのサイドマーカーっぽくオレンジのものに、社外のものに変えております。購入するきっかけは、私が社会人になってちょっと初めて車を買うことに、マニュアルの車を欲しくて、結構いろいろ車のチャンネルとか YouTube とかを見させてもらっていて、インプログの高さんが出していた動画とかでスバルの車とかの魅力とかマニュアルの魅力とかを教えてもらって、スバル車ちょっと乗ってみたいなっていうきっかけで乗ってます。そうですね、高速で、休憩を入れて10時間ぐらいですね。はい。勇気で言います。スバルのインプレッサーの、GVB になります。やっぱちょっと最近変えたばっかりなんですけど、カーボンのボンネットお気に入りです。ちょっとスポーツカーに乗りたい、マニュアルに乗りたいなっていうのと、スノボとかそういったところも行くので、やっぱ四駆の方が安心かなとか、そういったところもあって、こういう車を買いましたね。いやもう前回にも増していろんな人が来てくれててすごい楽しいですね。前回はベーコンジャムのハンバーガー作ったんですけど、今回は、照り焼きも自分でオリジナルのレシピで作っているんで、照り焼きって結構甘めのソースじゃないですか。でも一口目食べた時にだいたい甘っていうのを先に感じるんですけど、それをなるべく抑えてうまっていうのを一番最初に感じてもらえればなと思ってやってるんです。スポート高校が一緒でずっと野球仲間ですね。そうですね、こうやってブース自分で立てたりしてやっていくようなブース出店が多いですね。まだお店持ってないんで、こうやってお客さんから感想をもらえるっていうこういう場っていうのはすごい僕も勉強にもなりますし、楽しいですね。来られる方もすごいいろんな人いっぱいいるんで、いろんな感想を聞けるっていうのがすごい嬉しいですね。ありがとうございます。お待たせです。めっちゃうまい。チャンと申します。車の方は、トヨタのビッツの RS ジーズグレードになります。やはりジーズグレード特有のフロント、リアの特別なバンパーが、形状が特殊になっていて、そこが特に好きなところになってます。名前はマサと言います。で、車は SK フォレスターで A 型に乗ってます。お気に入りポイント、ちょっと外からは見えないんですけど、内側にデッドニングといって静かになるやつ、遮音性上げるやつをちょっとやってまして、それでめちゃくちゃ室内からは静かになったんで、長距離ドライブも快適に行けますね。そうですね、もうドライブ好きなんでどこまでも九州とか行ったり、四国とかは一緒にドライブ行って、美味しいもの食べたりとか連れて行ってくれたんで、思い出いっぱいあります。自分の欲しい車とかかっこいい車いっぱいおるんで、常にテンション高い。名前はマサゴンで N2 ロードスターに乗ってます。やっぱ屋根が開くところですね。あとミラーから見た時の後ろのフェンダーのもっこり感。今回主催の
タカさんが街乗り講座みたいなっていうのを出してて、初めての車がこれだったんで、その参考にずっとしてて、オフ会やるって言ってたんで来てみようと思って、一緒のロードスター行って嬉しいですね。はい、名前はショーと言います。車はマツダの NB 型のロードスターになります。テールライトが他の車と違って独特なところが気に入っています。やっぱいろんな車見れたり、新しい出会いとかもあって、今日も本当にたまたま同車種が横にいるっていうのでね。はい、ジュンと申します。車はメルセデス AMG の A45 のイエローカラーラインになります。お気に入りポイントは、カーボンボンネットとこの黒と黄色のカラーリングが日本で25台限定の仕様になります。商品争奪じゃんけん大会始めていきたいと思います。お願いします。FJ クラフトさんから、いただいてます LED ランタン、これ3つあるんで、このじゃんけんまずいきたいと思います。最初はグー、じゃんけんほい。じゃあ、買った人立っといてもらっていいですか。最初はグー、じゃんけんほい。決まり、決まった、決まった、おめでとうございます。はい、はい、おめでとうございます。じゃあ引き続き参加可能です。じゃあ続きまして NOJ の、トートバッグの中に水垢落としとシャンプーが入っております。これが5名の方。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。中身バームクーヘンです。じゃあ行きます。最初はグー、じゃんけんポン。今練習。じゃんけんポン。では以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。シュウ君と言います。これダッチのチャレンジャー RT の助っ人バッグです。正面から見た時の丸目4灯がお気に入りです。やっぱり映画のワイルドスピードですね。でマフラーは、はい、マグナフローっていうところのみんなでマコニーと呼ばれています。メルセデス・ベンツ AMG の GT63S というクラスで、お気に入りは色を全塗装したんで、色とボンネットをグラインダータトゥー、ゴーストっていうやつで曇ってたらね、あんまり目立たないんです。で、火が当たったらぐわーっと柄が浮き出てくるという塗装のやり方で。肉球って言います。車の方が ND ロードスターの 990S っていうモデルになります。お気に入りポイントはそうですね、貼ったラッピングですね。もうホロライブの VTuber さんのなきりあやめさんっていう方なんですけど、ちょっと何年か前からハマってまして推し活してます。もともとね、もう一台スイフト乗ってるんですよ。で、板車をスイフト乗ってる時に知って、でちょっと板車にしたいなっていうので、ちょっと板車用にロードスターを購入しました。はじめまして、リッチーライホと申します。私の、愛車はこちらのレガシー、アウトバック風のレガシーツーリングワゴンになってます。
見た目はレガシーアウトバックの外装とかサポートが全部触ってるんですけど、ベースとなる車は、5代目レガシー BR9 のツーリングワゴン、グレードが 2.5GT という2.5リッタープラスターボが搭載されている車になります。見た目 SUV やけど山からサーキット、はたまた林道やら雪山も楽しめるオールラウンドに活躍できる車をコンセプトにしています。ちなみに私リッチーライホっていうチャンネル YouTube のチャンネルを運営させていただいておりますので、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。さよなら。ゆうって言います。GR スープラの RZ91 スープラですね。この後ろから見た時のこのラインですね。スポーツカー乗りたいなと思ってて、86とか BRZ 探してたんですけど、ちょうどスープラが認定中古車であるっていう話だったんで、ちょっと現物見させてもらったところ、すごいかっこよかったんで購入しました。今橋と申します。車は C118 の CLA45S になります。結構全体的にお気に入りなんですけれども、マフラーの方ワンオフで作成しているので、マフラーですかね。大阪環状族で車がトヨタアルテッツァです。 D2 の6スポットキャリパーをつけてます。アルテッツァ選んだのが、5人乗りの4ドアのセダンで、人も乗せれて荷物も乗せれて、ミッションで6速マニュアルで FR っていうところが購入の決め手になりました。サンキムショウです。車は、WRX STI-VAB の前期型です。ここの形が僕好きで前期型を選びました。あとマフラーがもともと STI のパフォーマンスマフラーがついてたんですけど、ちょっと僕好みの音ではなかったので、左一本出しの GP スポーツのマフラーに変えてます。はい、名前がカムイでやらせていただいてます。車がレガシーの B4 の PE5 の一応限定車になります。S401 ですね。そうですね、やっぱり5速から6速になってる形ですね。限定車になって大体1000キロぐらいですかね。時間で言うと休憩含めて14時間ぐらいですね。レビオンギャです。車はシルビアの S13 型です。ターボの乗せ替え車両でターボがついていることです。NA の箱やったんですけど、乗せ替えられててターボになってます。前後のバランスがすごく良かったのが好きになったポイントですね。梅です。車はですね、C63 クーペエディション1ですね。エッジ1なんで、もともとノーマルでリップついてるんですよね。これがやっぱり一番効いてるのと、あとやっぱり内装のシート。やっぱりショップのおすすめと、前 S クラス乗ったんですね。それをもっと一番やっぱり速い車を追求したらこれになりました。はい。マシケソです。インプレッサ WRX-STI の GRB 型になります。強化クラッチが入っているのでシャラシャラといい音がします。もともとスバルの音が好きでドロドロした。もともとこっちの隣のインプレッサ乗ってたんですけど、譲るタイミングがあったので譲って自分はこっちを買いました。白チョコって言います。で、車がこのもう見た通り限定車で、S207 になります。自分がもう黄色が大好きで、もうボディカラーも黄色っていう黄色尽くしっていうところですかね。ただ今回のこの関西圏に行くっていうのは初めてですね。やっぱ個性豊かな車両がいて、やっぱ見とって楽しいですね。ということでですね、15時になりましたので、閉会式を始めさせていただきます。閉会式始める前にですね、今回ご協賛いただきました NOJ 様から、NOJ 大賞として NOJ の、セラミックコーティングを施工する1台を、決めさせていただきましたので、そちらのまず表彰から始めさせていただきたいと思います。 NOJ 賞を発表させていただきます。フォレスターのマサさん
に決定です。ちょっと急に言われてびっくりしてるんですけども、自分で今まで素人なりに頑張って洗車してきたつもりなんですけど、もっと綺麗になったらいいなって思ってるんで、ありがとうございます。ありがとうございます。初参加の方も結構多い中でおしゃべりできましたでしょうか。オールジャンルなんでこういった場でいろんな車種の方とお話しするで、なかなかスバル乗りだったりとかホンダ乗りだったりとかって車種が固まってしまうとやっぱなんか横のつながりっていうのがやっぱなくなってくるんで、僕的にはこのオフ会をするにあたって横のつながりも一緒に作って、このオフ会で戻ってきた時に久々に会ったなとか知り合いが増えたなっていう風に思っていただければいいなと思って、このオフ会もやらせてもらってます。ご協賛いただきました NOJ さんだったりとかワールドオブロックさんと西宮接骨院の方だったりとか、そういった方にも日頃からちょっと感謝をして、僕も YouTube 活動全力で頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。今日もたくさん来ていただきありがとうございます。少しずつ規模も大きくなって本当いろんな車がたくさんあって、なんかたくさんちょっと刺激もらってます。これからも、夫婦ともどもよろしくお願いします。はい、いろんな車がいて、こんな車おるんやなって楽しかったです。でもなんか普段あんま見ないのもいっぱい来てて楽しかったです。オールジャンルでやって改めてよかったなっていうのと、やっぱこれだけの車とかこれだけの人数が集まってくれたっていうのが主催者としてもありがたいし、無事故で終われたっていうのが一番良かったなと思います。こんな若い子たちと仲良くなれて、もう若いお友達ができたみたいな感じで盛り上がりました。いろんな車見れてよかったです。今年中に結婚するんでお願いします。おめでとうございます。ハンバーガー美味しかったです。毎度これのハンバーガーが美味しかったです。いろんな車見れてすごい楽しかったです。いろんな車見れていろいろ勉強になりました。YouTube 上げるの頑張ってください。いろんな写真見れて楽しかったです。心が和みました。ありがとうございます。また来年も待ってます。最初は不安だったんですけど、いろんな人と話して楽しかったです。世代は違いますけど、同じ車横に止まれて本当に運命だなと思いました。今日はいつも見れない外車の方々がすごく多かったので、すごくいい経験というか、もうエンジン音とか普段聞けない音を聞けたので、すごい良かったかなと思います。3回目の参加なんですけど、見たことない車とがすごいたくさん来てたので、いろいろ勉強になりました。また自分のカスタムに活かせればなと思ってます。タカさん最高。